皆さんが次に新しいメガネを作るために眼科に行ったとしますよね。よくある視力検査の場面ですね。そうです。で、機械を覗き込んでパシャッと写真を撮られたと想像してみてください。で、眼科医がこう言うんです。新しいレンズの度数はこれで完璧ですねと。はい。ついでに言うと、あなたの心疾患のリスクは低く、貧血もありませんが、生物学的な年齢は実年齢より少し高いようです。ははは。まるで SF 映画のワンシーンみたいですね。本当にそうですよね。でも、今回の深掘りで私たちが読み解く資料が示しているのは、まさにその未来がすぐそこまで来ているっていうことなんです。そうですね。日常的な目の検査がそのまま全身の健康状態をスキャンする窓になる。実は目というのは人体の中で唯一メスを入れずに血管や神経の束を直接観察できる非常に得意な場所なんですよ。なるほど。唯一メスを入れずにですか。だからこそ、痛い採血の注射針なしで、AI と目の画像だけで、全身の健康状態とか老化の進行度まで読み解けるというわけですね。おっしゃる通りです。今回のソース資料の束を読んでいて、目は口ほどに物を言うとはまさにこのことだと考慮しました。ただの視力検査だと思っていたものが、私たちの体を丸裸にするダッシュボードに変わろうとしているんですよね。確かにダッシュボードという表現はぴったりですね。ここで重要なのは AI が単にこの画像はこの病気だと丸暗記しているわけではないという点です。丸暗記じゃないというと、じゃあ何をしているんですか？AI はこれまで人類の医師たちが気づかなかった微細な生物学的シグナルを目の画像から発見しているんです。全身の血管系と直接つながっている目が持つその隠されたデータを読み解き始めているんですよ。よし、じゃあこれを少し紐解いてみましょう。まずは目の最も深い部分である網膜、つまり眼底のデータから見ていきます。貧血かどうかを知るための一般的な血液検査の指標であるヘモグロビン濃度を眼底写真から予測するという画期的な研究ですね。はい。UK バイオバンクという巨大な医療データベースの約1万1000人以上のデータを使った検証です。1万人以上ですか。それはかなり大規模ですね。そうなんです。で、結果から言うと、AI は実際の血液検査と本部遜色のない精度でヘモグロビン濃度を割り出しました。貧血の検出精度を示す指標である AUC も 0.88 という高い数値を記録しています。0.88。つまり実際の医療現場でのスクリーニングとして十分に機能するレベルの高さってことですよね。全くその通りです。しかも、自己申告で糖尿病を患っているグループでも同じくらい高精度だったんですよね。糖尿病の患者さんは定期的に眼底検査を受けることが多いから、そのついでに追加コストなしで貧血チェックができるなら最高じゃないですか。はい、臨床的なメリットは非常に大きいですね。ただここで少し意地悪な見方をしていいですか？もちろんです。どうぞ。貧血の人って、要するに血が薄くなっているわけだから、目の中も全体的に血の気が引いて白っぽくなりますよね。いわゆる蒼白な状態というか。よくある症状ですね。なので、AI は単に画像全体の色合いを見て、全体的に白いから貧血だって当てているだけなんじゃないですか？パターンマッチングのズルというか。なるほど、鋭い指摘です。実は研究者たちも全く同じ疑念を抱いていまして、それを検証する実験を行っているんです。お、そうなんですね。どんな実験ですか？画像を意図的にぼやけさせる、ガウスぼかしという処理をかけたんです。もし AI は全体の色合い、つまり白っぽさだけを見ているなら、画像の詳細が多少ぼやけていても予測精度は落ちないはずですよね。なるほど。形が崩れても全体の色味はそのまま残りますからね。はい。しかし結果は精度が明確に低下しました。つまり AI は色ではなくくっきりとした微細な構造を追っていたんです。へえ、色じゃないんだ。テストも行いました。どこを隠したら AI が困るかを見るわけですね。その通りです。すると新神経乳頭という目から脳へ向かう神経の束が集まっている部分の周辺を隠した時に最も AI のパフォーマンスが低下したんです。新神経乳頭の周りって太い血管が密集しているところですよね。そうです。ということは AI は全体の色当てゲームをしているんじゃなくて、血管の太さや微細な形状の変化という構造そのものを読み取っていると。そういうことです。ただ完璧に見えるこのシステムにも初期段階では比例バイアスという厄介な癖がありまして。比例バイアス。AI の弱点みたいなものですか？はい。
AI が極端な数値を避けて、無難な平均値に近い予測を出そうとする傾向のことです。無難な予測ですか？ええ。例えば、人の体重を当てるゲームを想像してみてください。極端に痩せている人を見ても、まあ平均より少し軽いくらいだろうと高めに見積もってしまったり。ああ、逆に極端に大柄な人を見ても、そこまで重くないだろうって低めに見積もってしまうような心理ですね。まさにそれです。AI もこれと同じで、重度の貧血でヘモグロビン値が極端に低い人の数値を少し高めに予測してしまっていたんです。いや、それは困りますよ。一番見つけて介入しなければいけない、本当に深刻な貧血の患者さんを見逃すってことじゃないですか。その通りです。なので研究チームは予測値の広がりを実際のデータの分布に強制的に合わせるキャリブレーションという統計的な調整を行いました。キャリブレーション。それで治ったんですか？はい。これによって AI の無難にまとめようとする癖が補正されまして、極端な低値や高値も正確に捉えられるようになったんです。なるほど。網膜の奥深くに全身のデータが隠れていて、AI がそれを正確に読み取れることはよくわかりました。ええ。でも、眼底を見るには、瞳孔を開く目薬をさして、大掛かりな専用カメラを使わなきゃいけないじゃないですか。これって一般の人には結構なハードルですよね。そうですね。眼科に行かないと撮れない写真ですからね。もし、目の内側を見なくても、単なる目の外側の写真を撮るだけの同じようなことができたら、どうなるんでしょう。ここでパラダイムシフトが起きます。次の資料はまさにそれを示していて、まぶたや角膜、白目といった外眼部の画像を使った深層学習システムについての研究です。ここからが本当に面白いところなんだけど、言うなればこれ、ただの超ドアップの目の自撮り写真ですよね。はい。スマートフォンのカメラで撮れるような外側の写真です。それで、過去数ヶ月の血糖コントロールの指標である HbA1c が 9% 以上、つまりかなり危険なレベルの糖尿病かどうかを予測できたと。AUC70% という精度で予測できています。おまけに総コレステロールや中性脂肪の異常まで見抜けたんですよね。いやいや、ちょっと待ってください。これはさすがに医学的なトリックがあるんじゃないですか。ほう、トリックですか？どういうことでしょ糖尿病になると自律神経に影響が出て、瞳孔の大きさが変わったり、光への反応が鈍くなったりしますよね。う？ええ、瞳孔の異常は確かに起こり得ます。だから AI は単純にその瞳孔のサイズの変化という分かりやすいヒントを見つけて、裏技的に血糖値異常を見抜いているだけじゃないんですか？なるほど。瞳孔サイズの向落を疑っているわけですね。実は研究チームもそこを徹底的に検証しています。おう、そうなんですね。はい。瞳孔の大きさのデータをモデルから除外したり、調整したりして再テストしたんです。それでも AI は高い精度で血糖値や脂質の異常を言い当てました。ということは瞳孔以外の場所に答えがあったってことですか？そういうことです。じゃあ一体 AI は自撮り写真のどこを見て血糖値やコレステロールを判定しているんですか？ AI が画像のどの部分に注目しているかを可視化する検調性マップという分析があるんですが、はい、ヒートマップみたいなやつですよね。これによると糖尿病網膜症のような目の病気を予測するときは AI は瞳孔や黒目と白目の境界線を見ていました。目そのものの病気だから瞳孔の周りを見るのはわかります。しかし血糖値やコレステロールといった全身の代謝に関する指標を予測するときは全く違う場所を見ていたんです。鼻側と耳側の白目、つまり結膜や胸膜。白目ですか？確かに疲れると充血して血管が浮き出ますけど、あそこにコレステロールのサインがあるんですか？
なぜ白目なんですか？考えてみてください。血液中に余分な糖や脂質が溢れていると、血液の粘度が上がり、いわゆるドロドロの状態になりますよね。ええ、血液ドロドロってやつですね。白目の表面を通る極細の毛細血管は、そうした全身の血液状態の物理的な影響をダイレクトに受けるんです。血管がわずかに蛇行したり、太さが変わったり、微小な詰まりができたりするわけです。なるほど。人間の目にはちょっと充血しているなくらいにしか見えない変化を。はい。AI はそのピクセル単位の構造変化を代謝異常のシグナルとして認識しているわけです。すごい。病理学的なメカニズムがちゃんと背景にあるんですね。そして私が一番驚いたのが画像の解像度なんですよ。あのピクセル数の話ですね。そうです。わざと画像を 75×75 ピクセルというモザイク画みたいな粗さに落としても十分なパフォーマンスを維持したと。これって最新スマホのカメラの解像度の 0.1% 以下ですよね。ええ。75×75 ピクセルで十分だということは、高価な医療用カメラが一切不要になることを意味します。ですよね。極端な話、自宅のノートパソコンのウェブカメラや数年前の古いスマートフォンでも十分なスクリーニングができるということです。古いスマホでも。これは単なる技術的な進歩ではなく、医療アクセスの民主化です。誰もが日常的に鏡を見るような感覚で全身の健康チェックができる世界が見えてきたんです。スマホで自撮りするだけで血液ドロドロかどうかわかるなんて、まさに革命ですね。さて、ここまでは貧血や糖尿病といった今現在の病気について話してきました。はい。でも、資料を読み進めると、目は時間そのものも記録しているという、さらに深い領域に入っていきますよね。アイエイジ、つまり網膜から生物学的な年齢を測るモデルです。数十万枚の網膜画像を使って、その人のカレンダー上の年齢、つまり実年齢を予測するように AI を訓練した研究ですね。数十万枚ですか？はい。結果として AI が弾き出した予測年齢と実年齢との相関係数は 0.87 という驚異的な精度でした。でも年齢を知りたいだけなら免許証を見れば済みますよね。なぜわざわざ AI に目の写真から年齢を当てさせる必要があるんですか？重要なのは AI が年齢を間違えた時なんです。AI が予測した年齢、つまり I エイジが実年齢よりも高く出た場合ですね。間違えた時が重要。例えば実年齢が50歳なのに AI があなたの網膜は55歳ですねと判定した場合、その誤差のギャップは何を意味するのか。なるほど。ただの間違いじゃなくて意味があるんですね。データを分析すると I エイジが実年齢より高く出た人は全死亡率や COPD、つまり慢性閉塞性肺疾患、それに心筋梗塞といった加齢に伴う疾患のリスクが優位に高かったんです。全死亡率と相関しているんですか？つまりこれはどういう意味を持つんだろう？例えば実際にその車をディーラーから買って何年経っている方としたら、はい。アイエイジは実際にエンジンを開けてみてパーツがどれだけ摩耗しているかを示す、いわば生物学的なオドメーター、走行距離計ってことですか？まさにその通りです。素晴らしい例えですね。カレンダーの時間は誰にでも平等に進みますが、細胞レベルの生物学的な時間は食事やストレス、遺伝、ライフスタイルによって進み方が全く異なります。人によって老系方が違うってことですね。そして網膜の微小な血管や神経のダメージ具合は、あなたの体全体がどれくらい使い込まれているかを極めて正確に反映しているんです。いやー面白い。しかもこの研究、単にあなたは実年齢より老けてますよと宣告して終わりじゃないんですよね。AI の予測データを数十万人の DNA データと照らし合わせるというとんでもないスケールの分析を行っています。ゲノムワイド関連解析 GWAS ですね。I エイジが加速している、つまり目が早く老ける人たちに共通する遺伝的な特徴がないかを探ったんです。そこで見つかったのは、はい。ALKL2 という特定の遺伝子が浮かび上がってきました。ALKL2、聞いたことない遺伝子ですね。私たち研究者にとっても新しい発見でした。そこで研究チームは症状映えを使った実験を行ったんです。ハエの実験ですか？ハエの体内でこの ALKL2 に相当する遺伝子の働きを抑えてみたところ、なんとハエの視力が改善しただけでなく、寿命そのものが伸びるという結果が得られたんです。
ちょっと待ってください。整理させてください。はい。AI が何十万枚の目の写真から老化の微細なパターンを見つけ出し、それを人間の DNA データと結びつけて特定の遺伝子を特定して、最終的に生物学の実験室でハエの寿命を伸ばすことに成功したってことですか？おっしゃる通りです。コンピューターサイエンスがこれまで誰も気づかなかった生物学の新しいメカニズムを発見したんです。コンピューターサイエンスから生物学へですか？はい。従来、生物学的な年齢を測るには、血液を採取して DNA のメチル化などを調べるエピジェネティク時計という手法が主流でした。血液検査が必要だったわけですね。でも、IAGE は完全に非侵襲的です。ただ写真を撮るだけ。これなら、例えば新しいアンチエイジングの薬や特別な食事療法を試したときに、自分の生物学的な時計が巻き戻っているかどうかをスマホで毎週トラッキングすることも夢ではありません。毎週スマホで自分の老化度をチェックできるなんて。知識のループがコンピューターから生物学へ、そして私たちの日常へとつながっているんです。いや、圧倒されました。AI がいかにして目の画像を解読し、貧血、血糖値、脂質、そして生物学的な年齢に至るまで私たちの体を可視化する強力なダッシュボードへと変貌させているか、その全体像がはっきりと見えましたね。人間の目は外界を見るためのレンズであると同時に、私たちの内なる健康状態を映し出す高精細なモニターでもあったということです。そして深層学習という新しい解読ツールを手に入れたことで、私たちはそのモニターに流れる暗号をついに読めるようになったわけですね。はい、まさにその通りです。皆さんが次に鏡で自分の目を見つめるとき、それは単なる視覚の器官ではなく、全身の血管や時間の経過と深く結びついたデータハブであると思い出してください。さて、今回の深掘りの最後に、ソース資料には直接書かれていなかった新しい問いを皆さんに投げたいと思います。何でしょうか？目の外側のたった 75×75 ピクセルの低解像度の写真だけで、あなたの糖尿病リスクや脂質異常、さらには老化のスピードまで判別できることが証明されましたよね。はい、証明されました。もし将来、この技術がスマートフォンのバックグラウンドアプリに組み込まれたらどうでしょう。皆さんが友達と撮って SNS にアップした集合写真や、街角の防犯カメラの映像から、医者すら介在せずに、あなたの隠れた健康状態や寿命のリスクが密かにそして自動的に診断されてしまうとしたら、恐ろしいほどの監視社会になり得るということですね。手軽に健康を管理できる魔法のツールは、同時に私たちの医療プライバシーという概念を根本から上振れてしまうかもしれません。皆さんはどう思いますか？非常に考えさせられるテーマですね。それでは今回のディープダイブはこの辺で、次回もまた深い探求の旅でお会いしましょう。